はい、こんにちは。包丁のことあれこれチャンネルです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今回は前にも一度動画にしたことがあるんですけれども、天然砥石の割れや欠けを防止するために過臭塗料などを塗って養生していく動画の第2弾というふうなことで、砥石の方もこんな感じで増えてしまったので、前回の反省を踏まえながら再度養生していってみようかなというふうに思っています。前回の動画も見ていただけるように概要欄の方に貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。前回はこちらの5つの天然砥石を養生しました。初めての割にはうまくいったかなという感じなんですけれども、反省点もいくつかありまして、過臭塗料を塗る前にたわしで汚れは落としたんですけれども、細かい隙間とか研いだカスとかそういったものをきれいに洗い流せていなかったので、今回は使い終わった歯ブラシなんかでゴミなんかもきれいに落としてから作業にかかっていきたいかなというふうに思ってます。あともう一つは乾かすのにかなり時間がかかるということを前回は考慮しないで始めてしまったので、そんなにスペースがないという方も多いと思いますので、動かせるようにしながら塗り重ねていってみようかなと思ってます。はい。では、始めていきたいんですけれども、用意していただくものを並べてみました。こちらがカシューの塗料ですね。これはネオクリアナンバー48と、前回使用したのと同じものになります。今回なんかちょっと違うものを用意しようかなと思ったんですけれども、前回と同じもので試させていただきます。カシュー薄め液。で、こういった空いた瓶にカシューとカシュー薄め液でブレンドして、ハケですね。こういったもので塗っていくというような形になります。それと、砥石の表面に塗料がついてしまうと厄介なので、こういったマスキングテープで表面を養生してから側面を塗っていきたいなというふうに思っています。あとですね、砥石を乗せて、本来もうちょっと高さがあった方がいいかなと思うんですけども、そこを上げて塗っていくような形にします。あと新聞紙を下に敷いて、まずは砥石を洗って乾かしてから塗っていこうかなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい。それでは、たわしでこすって汚れを取っていこうかなと思います。濡らしながら、まずは切り目に沿ってたわしで磨いていってみます。どうしても前回研いだ時の研ぎ汁が切り目の間に詰まっている感じがするので、細かい隙間なんかたくさんあるので、歯ブラシも硬い方が掃除しやすいかなと思うんですけれども、こういったもので汚れを取っていきます。これなんかだいぶ洗い切れてなくてついてますもんね。はい、これもかなり汚れてますね。こんな感じで、この黒っぽい砥石だけ不思議な模様が出るんですよね。何でしょうか。細かい隙間がたくさんあるので、できるだけ綺麗にしといて塗料を塗ると仕上がりもだいぶ綺麗なんじゃないかなと思います。はい、では最後、青砥を磨いて終わります。なんか気持ち養生されてるような感じですけどね。なんか欠けちゃいました。前回ここちょっと剥がれたんですけど、青砥は正めなのでかけやすい感じです。はい。では、こういった形で、これもだいぶ汚れてたんですけれども、綺麗になったかなと思います。はい。はい。これで全部綺麗になりました。はい。ではこんな形で1日ほどしっかり乾かしてカシューの塗料を塗りつけていってみようと思ってます。はい。それでは、洗った後に1日乾かしました。もうほとんど乾いてる状態なんですけれども、だいぶ綺麗になったんじゃないでしょうか。最終的には歯ブラシで少し最後、もう一回汚れを取ってあげるような感じになると思うんですけれども、もうほとんど汚れはついていない感じになってます。はい。次は表面にマスキングテープを貼り付けて、
塗料がつかないようにしていきたいなと思います。はい。では一つずつ順番にテープを貼っていきたいと思います。このテープは幅の広いものの方が多分簡単につけられると思うので、そういったものを買ってもらえばいいんですけれども、これは家にあったものを使い回しているので、はい。こんな感じで最終的に角はカッターで切り落としたいと思います。はい。では端を切ってしまいます。はい。こんな感じでテープは貼れたんじゃないでしょうか。角きれいに落としとかないと仕上がりがきれいにならないのかなとは思いますけれども、こんな感じで順々に貼っていきたいと思います。はい。一通りマスキングテープ貼りました。こういった角のところとか周りが欠けてたりする部分はテープが貼りにくいかなという感じでした。それではカッシュ塗料を調合して塗り付けていきたいなと思います。はい。前回はですね、このカシュー塗料と薄め液を1対1ということで、10g ずつくらい。これちょっと前回の余りなんですけれども、砥石の側面と背面に3度塗りでちょうど砥石が5個ありましたので、それでぴったり収まるぐらいな量だったんですけれども、今回はちょっとだけ前より濃いめにしたいかなと思います。3対2ぐらい。少しカシューを多めにして、状況にもよりますけれども、2回から3回塗ってみたいなと思います。それでですね、以前私京都の亀岡の天然砥石館にお邪魔した時に、館長さんはもうこのまま原液をきれいに塗っておられましたね。なので人によって丈夫にしてみたり、見た目の好みであったり、厳密に言えば砥石の素材の違いによっても良し悪しっていうのはあると思うんですけれども、いろいろ試してみてはいかがかなという感じかなと思います。その他、養生剤はいろんな種類があったりするみたいなんですよね。リスナーさんからお声いただいたりしてるんですけれども、プロ仕様で割れ止めの補修ができる天然砥石養生性水性っていうんでしょうかね。医師さんという、そういったものも売られてますね。カシュー塗料に比べると匂いなんかもなくて塗りやすいというように書いてましたけれども、ネットでも買えるようなので、一応ご購入いただけるように概要欄の方にリンクはしておきます。はい。ではちょっと合わせていくんですけれども、用意していただくものの中に一つ大切なものを忘れてまして、カシューを合わせるときに手袋をして手につかないようにしておかないと、ベタベタになってしまいます、手が。これは必須ですね。なので、必ず手袋をしていただいてから、カシューの塗料を触るようにしてください。はい。では、だいたい 15g、10g ぐらいで3対2にしてみます。で、今 15g、薄め液を 12g ぐらいですかね。ハケは3センチのものです。ちょっと薄め液とよく混ぜて、これでもまだかなり柔らかいんですけれども、一応こんな形で塗っていこうと思います。はい、それでは端の方から薄めに塗っていこうかなと思います。比較的ハケにかなり染みるので、あんまりたくさんつけると垂れていくような形になるので、薄く伸ばしていくという感じですかね。だいぶ薄いつもりなんですけど、かなり垂れてます、これでも。ちょっと割れ目やそういったところにしっかりと染み込まないとうまく入っていかないと思うので、あんまり濃くならないように、ところどころこのハケの毛が取れてしまって、よくハケは掃除してから使った方がいいと思います。この後ろの面は人によっては少し薄めに塗っておく場合があるというようなことも書いてありましたね。はい。一応全部3対2で割ったカシュー塗料を塗り付けました。そんなに厚く塗らないようにして、まずは表面に染み込ませるような形で一塗りしたというふうな感じなので、一回ゆっくり乾かして待ちたいと思います。はい。1回目の塗りが終わって、多少ホコリがかからないように、上に物を乗せてですね、
丸1日乾かしました。もうほとんどベタつきはない感じになってますね。時間経過ごとに確認してたんですけど、10時間ぐらいではまだベタついていたので、1日ぐらいかかりますね。で、匂いに関しても、部屋は閉め切って、窓は開けてという風な感じで、部屋内だけ匂いが充満しているという感じでしたね。はい。では、2回目も同じように塗っていこうかなと思います。必ず手袋は忘れないようにしてくださいね。手についちゃうと、水なんかで洗っても全然ベタベタ取れないので、もしついちゃった場合は、カシュ液なんかを少し拭いてあげると取れやすいかなと思います。はい。塗り始めようかなと思ったんですけど、ハケもそのまま置いてたらですね、カチカチになってまして、カシュ薄め液でしっかりと洗ってしまっておかないと、ハケがガチガチになっちゃうんですね。こういうのやっぱり、こういう作業に慣れてない人間は失敗しちゃいますよね。はい。では、また同じように塗っていきたいと思います。1回目は濡れてないところは乾いて分かりやすかったので表面全体的に濡れたんですけど、2回目は色がついてしまっているのでしっかりと確認しながら塗っていくようにしたいと思います。はい、2回目全部塗り終わりました。やはりベタベタしてないので上に塗り重ねやすいですね。前回やった時は本当に3、4時間ぐらいしか置いてなかったので、ちょっと引っかかる感じがあったんですけど、完璧に乾いていたので、もう一回全体に塗り重ねたという風な感じです。1回目の反省を生かして、カシュ薄め液で洗っておきました。これでまた丸1日乾かして、3度塗りしてみます。はい、2回目の塗り終わりからちょっと7時間ぐらい経ったんですけど、だいぶ乾いてきたかなという感じなので、3回目塗ってしまおうかなと思ってます。液体の方が濁って変な感じになったので、もう一度最後の分だけ合わせて塗ろうかなと思ってます。ちょっと2対1で一番濃くして、では3度目塗っていきます。はい、これで3回目塗りました。3回目は2対1でかなり濃いめにしたので、光沢も結構出てますね。これでじっくり乾かしたいと思います。はい、ということで今回は天然砥石にカシュー塗料を塗って砥石を保護する動画第2弾ということで、前回の取り組みを活かしながらチャレンジしてみました。まずはカシュー塗料と薄め液を3対2にしたものを2回塗って、最後に1対1の濃いめの液体で仕上げてみました。こちらは最終塗り終わって丸1日乾かした状態のものなんですが、ほとんど乾いた感じですね。厳密に言えばもうちょっとあと2、3日しっかり乾かしてもいいんでしょうけれども、もうそんなにベタベタする感じはないですね。はい。では、このマスキングテープを剥がしていってみましょうか。こんな感じで、だいぶいい感じなんじゃないでしょうか。はい。綺麗に剥がれますね。天然砥石は今後ますます入手しにくくなる貴重品ですし、意外に書きやすかったりもするものなので、ぜひ今回の動画を参考に、こういった養生にチャレンジしていただき、長く大切にお使いいただければなということで、今回の動画は終了とさせていただきます。その他私のチャンネルでは包丁にまつわること全般いろいろと配信しておりますので、ぜひそちらもご視聴いただけるとありがたいかなと思います。はい。では今回はこれで終了とさせていただきます。いつも最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。